はい、皆さんこんにちは。竹虎4代目です。最近こういった竹かごの修理を全国からたくさんいただくようになったという話をさせていただくんですが、今回もですね、こういった市場かごの方が届いてですね、持ち手の方をやり替えさせていただきました。鈴竹とはね、ちょっと違った材質の竹材です。若干ね、鈴竹よりは耐久性が弱いんじゃないかなというふうに思うんですが、非常にしっかり作られていて、力だけもしっかり入ってね、もうここの遠巻きなんかもしっかりやられてますよね。これだけの色艶、飴色になるまで長く愛用されていたお客様の思いっていうのが非常に伝わってきてね、自分たちも手直しのしがいっていうのがあります。こういった四隅の方がここもちょっと弾いてきましたね。遠かがりといって、ここの部分ですね、この口巻きに使っているこの籐っていうのは非常に丈夫な堅牢な素材があります。これを使ってですね、この四隅をかがって補強することができますので、ぜひお客様ご安心いただいてご愛用いただけたらというふうに思っています。この色合い見てください。青っぽいでしょ。でここ見てください。ずいぶん飴色になってますよね。やはりこうやって置いた時に、この部分に日が当たらないんですよ。でこっちばっかり当たるんで、変色具合がやっぱこれだけ差が出てるってことなんですよね。これも竹の一つの面白さ。元はね、これの何倍も青々とした素材だったんですよ。でそれがこういった具合になるまで竹かごを愛して、大事に大事に使われてるんだなというのがよく伝わってきます。お客様がこうやってせっかく大事に使っておられるかごなんで、修理できるものは手直ししていきたいと思ってますので、竹細工っていうのはね、本当何度も何度も命を吹き込み、生まれ変わって、皆様にめでていただくことをね望んでると思います。もしお手元に壊れたかご、もうどうしようかなと思っているかごありましたら、ぜひ竹虎の方にご相談いただきたいなというふうに思っています。ノーパンプノーライフ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。